皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。ジャパニーズ with 花の花です。今日は私が住んでいる京都のおすすめエリア7つ紹介します。有名な場所から私がよく行く場所までおすすめを紹介できればと思います。まず一つ目は常寂光寺です。ここは嵐山の駅から、徒歩15分ぐらいで着くお寺です。嵐山といえば結構賑やかな、たくさんの観光客が行く、エリアがありますが、そこよりももうちょっと山の方、山の中腹の方になりますので、静かですし、自然を感じられる場所になっています。緑の苔が有名で、苔が絨毯のように広がっていて、とても綺麗です。実は小倉百人一首が編纂された場所というふうにも言われています。春の新緑、秋の紅葉、もう本当に綺麗で、たくさんの観光客が訪れるような場所です。二つ目は世界遺産の龍安寺です。ここには有名な石の庭があります。石庭と言います。石庭。京都にはたくさんの庭園がありますが、本当に、庭園を見ながら、ぼーっとする時間が本当に贅沢ですし、好きです。京都に来ると、たくさん歩いて、ちょっと疲れちゃうかもしれないですけど、こういう庭園で、ぼーっとする時間っていうのもいいと思います。三つ目は妙心寺の中にある慶州院です。観光客も少ないので、お抹茶など飲みながら、お庭を眺めるのが私の好きな時間です。ここは4つの違うお庭があって、それぞれ景色が違います。4つ目は南禅寺です。動画でも一度紹介した場所ですが、大きな山門に登ると、京都の街が見渡せます。レトロな建物と古いお寺の組み合わせが本当に素晴らしいです。5つ目は二条城です。ここは本当に観光客がたくさん行く場所ですね。昔の将軍が住んでいたお城です。廊下を歩くと鳥が鳴いてるようなキュッキュッという音がします。これはうぐいす張と言って、外から敵が来た時に敵が来たのを知らせるための、セキュリティシステムだそうです。二条城はとても広いので、本当お散歩とかにおすすめです。季節などによっては、プロジェクトマッピングなどもしているので、ぜひ、チェックしてみてください。6つ目は梅小路公園です。京都駅からも近くて、梅小路公園駅という駅を降りて、すぐあるとても広い公園です。梅がとても有名で、3月、4月に行くと梅が咲いてると思います。とても広い公園なので、私も、ピクニックをしたり、シートを引いて、ただぼーっと過ごしたり、バドミントンしたり、します。近くには水族館や鉄道博物館などもあります。家族や、子供たちが芝生でピクニックをしているようなとても平和な場所です。京都の日常を感じることができるような場所だと思います。最後、7つ目は哲学の道です。哲学者が考え事をしながら歩いたことからこの名前がつきました。小さな川に沿って、2キロ続く散歩道です。春は桜のトンネル、秋は紅葉がとても綺麗で、歩いてるだけで幸せな気持ちになります。はい、いかがでしたか？あの、私は今京都に4年間住んでいるんですが、私が行ってとても良かったなと思った場所を紹介しました。他にもたくさんおすすめしたい場所、食べ物屋さんなどたくさんあるので、また別のビデオで紹介できればと思います。皆さんはどこに行ってみたいですか？コメントで教えてください。あと、1000人登録者数まであともう少しなので、皆さんこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。またね